あということで幻想水湖伝スターリープ事前登録開始。改めていよいよ藤本さん、はい、事前登録開始ということですね。はい、制作発表昨年の25年3月にさせていただいて、はい、それからゲームの情報を少しずつお伝えしてきたんですけども、この度事前登録を開始させていただくことになりました。はい、さあということで今日の幻想水湖伝ライブは幻想水湖伝スターリープの情報をドドンとお届けしたいと思います。はい、本日は蘭林店を演じるゲストにも来ていただき先行実機プレイをしちゃいたいと思います。申し遅れましたが司会進行を務めさせていただきます森一丁です。よろしくお願いいたします。そして同じく進行を務めます月城ひかです。皆さん本日もよろしくお願いします。お願いします。そして幻想水湖伝スターリープのプロデューサーの藤本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ藤本さん、はい、本当に皆さんが多分気になっているところかと思うんですけども、はい、すごいアニメ映像、はい、ご覧いただきましたね。あちらはそうですね、ゲームの映像っていうのは今までもいろいろお見せしてきたんですけども、はい、この幻想水湖伝スターリープに出てくる、キャラクターたちで冒険感、戦いの雰囲気、そういったもの、RPG のワクワク感っていうのを、できるだけ、初めて見る方にもお伝えしたいと思って、この、アニメのオープニングを作りました。でこの映像は、コナミアニメーションで制作しております。今回先行でお見せしたんですけども、ゲームの中にも入っておりまして。そうなんですね。なるほど、はい、これね今までね出てきた過去キャラだったりもちろんこの新キャラも含めてたくさんのキャラクターが登場してましたね。そうですね。蘭林店も出てましたし、なんか幻想水湖伝ならではの多くのキャラクターが活躍するゲームなんだなって改めて実感できるような分岐でしたね。はい、そう思っていただけると嬉しいです。翡翠の表情も良かったな。いやそうですね。すごい綺麗だった可愛い。儚い。もういろいろね知ってるのも翡翠だけしか。そうですね。今までドットではお見せできなかった表情もお見せできたんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、バトルシーンもねふわーっとフリックのそうですね。ドットのバトルもいいんですけど、またちょっと違った味があるんじゃないかなと思います。でそうなってくるとやっぱり大事なのが世界観だと思うんですけども、中村佳穂さんの歌、これ主題歌も物語のねこの壮大さまた荘厳さを感じさせますよね。そうですね。この中村佳穂さんのカンパニュラのメインテーマすごいいいと思うんですけども、中村佳穂さんの方の、YouTube チャンネルでも公開されることになりましたので、そうなんですね。ぜひそちらもご覧いただければなと思います。はい、今回の映像がですね、ゲームの序盤の物語から構成されてるんで、実はゲームをプレイしてから見るとまた違った感想が出るんじゃないかなと思ってます。なるほどね。さらにこの事前登録に関してなんですけども、実はモリョさんから素敵なお祝いのイラストとですねコメントをいただきましたのでご紹介させてください。はい、皆さんはじめまして。幻想水湖伝スターリープのキャラクターデザインを担当させていただいておりますモリョと申します。ついに事前登録が開始されました。時間をかけ大切にデザインしたキャラクターたちはみんな思い入れがあるので、キャラクターたちの生き生きとした動く姿や一人一人どのような物語を歩んでいくのか今から自分も待ち遠しいです。幻想水湖伝の世界をぜひお楽しみにお待ちください。はい、ということです。ということなんですけど、またこの映画ね何を思わすのか。そうですね。僕らねやっぱワンツー含めてすごく印象的な絵ってあるじゃないですか、シーンが。そうですね。一つとしては冒険前夜かなと思っています。これから新たな冒険が始まっていくよというのをお伝えしたかったのかなと勝手に私は思ってます。本当に楽しみになるところなんですが、森尾さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてここでですね幻想水湖伝スターリープの事前登録開始を記念いたしましてキャンペーンを行っております。はい、最大でチケットが20枚プレゼントされるのでぜひご覧の QR コードから事前登録してくださいね。はい、藤本さんこれチケットってどういう使い方ができるんですか？そうですね。いわゆるゲーム内でガチャが引けるチケットでして、このチケットでキャラクターが獲得できます。はい。新たな、主人公とともに歩んでいく新たな108世に関しては、ストーリーをメインストーリーを進めていくことで仲間になっていくんですけども、その他のキャラクターの入手手段として、イベントであったりガチャであったり、キャンペーンであったりするんですけども、そのような
他のキャラの入手手段の一つになりますんで、ぜひこれでキャラクターを獲得していただければなと思ってます。じゃあもう20枚もらえるってことは、もうリリースされたらいち早くチケットを使ってキャラクターを早速手に入れられるという。遊んでいただければなと思います。待ち遠しいですね、リリース。早くはい、制作チーム一同のリリースに向けて鋭意制作中ですので、ぜひ事前登録をしてお待ちいただければと思います。はい、本日はまず幻想水湖伝スターリープを改めて皆様にご紹介させてください。ここからは幻想水湖伝スターリープのディレクターの竹山さんにも参加していただきます。よろしくお願いします。竹山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まず物語からいきましょう。幻想水湖伝スターリープは今までの幻想水湖伝シリーズ作品と同じ世界歴史の中で紡がれる新たな主人公を中心とした物語です。さあ、どんな物語なんでしょう。はい、世界を創造したとされる27ある真の紋章、変化の紋章はそのうちの一つ。大国暁帝国の東、湖のほとりに佇む里。佐藤佐法の息子である主人公が初めて狩りを無事に終えた夜、狩りの成功を祝い明日への希望に満ちる中、何者かの襲撃により里の状況は一変する。主人公は翡翠、シーリーン、シャプールらと共に里の復興に向けた旅に出る。運命の大きなうねりの中で主人公たちの小さな冒険は大きな志へと変化していく。ただ一人のために、主人公の住む平和な里が突如謎の武装集団に襲われるんですね。はい、で主人公は里長の子として里の存亡を前に立ち上がる決意をします。そこから彼の物語が幕を開けます。で、幻想水湖伝スターリープの物語っていうのが、ナンバリングと同じ世界歴史の中で描かれていくっていうのを先ほどお伝えしていただいたんですけども、主人公を中心に物語描かれていくので、まだ幻想水湖伝に触れたことのない新しい方でも安心してプレイいただける物語にはなってますので。これね、新しい方はもちろんなんですけども、はい、1&2をやっていただいた方はさらに楽しめるということですよね。そうですね。そして太陽暦453年から始まり、序盤では幻想水湖伝1に登場したオデッサたち解放軍の面々と物語が交差していきます。これ先ほど言いましたけど、やっぱりその 1&2 をやっていると、さらにそのオデッサたち、ここでこういう絡み方をしてくるんだという物語の深みが出てくると。そうですね。はい、またスターリープをやると 1&2 もやりたくなると思います。いろんな相乗効果がありますね。さあ、続いてはバトルです。はい、幻想水湖伝スターリープのバトルはタイムラインターンバトルで、通常攻撃、紋章、奥義の3種から行動を選択し、味方と連携を行う戦略性の高いバトルが楽しめます。過去作同様のテンポの良いコマンドバトルと、いろんなキャラクターが繰り出す個性豊かな奥義の表現にもぜひ注目してみてください。これバトル以外にも戦争があるんですよね。はい、戦争という通常バトルとはルールが異なるバトルもあります。はい、リアルタイムストラテジー形式のバトルで、たくさんの仲間キャラクターと一緒に同時に戦うことができます。さあ、続いて幻想水湖伝といえば、そう本拠地ですよね。はい、本作では主人公が住む里が本拠地になるのですが、家事や道具や探検、鑑定などいろんな施設や機能があります。仲間を集めることで本拠地に施設が増えていきます。その施設ではバトルをしてレベル上げができる討伐屋であったり、ミニゲームを通して武器強化や防具作成に使う素材、料理に使える食材などを獲得できます。で食事会では料理を仲間に振る舞うことで仲間との絆が深まります。絆が深まることでキャラがより強くなったり、戦闘パーティーの外から仲間を助けてくれる支援技なども使えるようになったりします。これやっぱり竹山さん、この施設のね、本拠地がどんどん拡充されていったりとか、やれることが増えていくと、ものすごいそこにとどまる人たちがたくさん出てくるじゃないですか。はい、そういった楽しみ方もできると。そうですね。それも幻想水湖伝らしさっていうところかなと思います。なるほど。さあ、最後にキャラクターです。はい、
キャラクターは今まで40以上のキャラクターを紹介してきました。そのキャラクターたちの相関図をなんと今日は持ってきていただいたので紹介していきたいと思います。どうぞ。ちょっと待って、細かい多いですね。ですね。でもこんだけ多いのも歴史ある幻想水湖伝シリーズならではですよね。そうなんですよ。今回お伝えするのはやりにくいかなと思いまして、もっとぎゅーっと絞った相関図を用意しましたので、そちらで紹介していきましょう。はい、まず里の復興に出るのは主人公翡翠、シーリン、シャプールの4人です。そして最初に立ちはだかる強敵蘭林天、さらに謎の敵組織はエギル、ラグナルに加え2人を差し向けた謎のキャラクターがいます。最後に後の解放軍となるオデッサ、フリック、ビクトール、ハンフリーですね。この謎のキャラクター、ハテナハテナハテナってなってるんですけど、この人物がどういう組織にいるかとか、考察してくれる方が結構いらっしゃったりして、そういう考察ができるのも本当に幻想水湖伝の魅力の一つだなと思ってます。もともとの歴史がこうやって積み重なっていかないと、つまり情報がないと考察ってできないですもんね。そういった意味ではその歴史の上にこのスターリープが積み重なってまた行くということなんですね。さあ、ということで以上スターリープの改めての紹介でした。本日のゲストはこの方々です。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、ランラン役の佐々木美恋です。よろしくお願いします。お願いします。はい、リンリン役のあゆみです。よろしくお願いします。よいしょ。はい、てんてん役の伊藤彩紗です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。お願いします。はい、改めましてよろしくお願いします。これお三方は声優三姉妹チーム Y としてもねご活動されているということなので、これせっかくなのでチーム Y の挨拶も聞いてみたいと藤松さんがおっしゃるんですが、お願いします。もちろんやらせていただきます。ではミコランです。あやすちゃんです。あいみんです。ワイチーム Y イエーイ。もういらっしゃいました。これ藤松さん、蘭林天をチーム Y の皆さんに演じてもらった理由、ちょっと僕今もうすでに分かったような気がするんですけど、改めて、どういう理由があったんですか？そうですね、この蘭林天が3姉妹なので、3人1組感のある声優さんに演じていただければなと考えまして、でスタッフと相談して、声優3姉妹チーム Y としても活躍されているこのお三方にお願いすることにしました。嬉しい。だってもうすごいチームプレーがもうできちゃってる感じですもんね。これちなみに、だからこそ長女は長女役、次女は次女役、三女は三女役という演じ分けになったんですか？いや、それは違いまして、違うんだ。それ違いまして、実際の声聞かせていただいて、演技も見させていただいて、一番キャラクターに合う声とキャラクターの組み合わせでやらせていただいたんですけども、たまたまと言いますか、偶然と言いますか、蘭林天の長女次女三女と、チーム Y の長女次女三女が一緒になった。嬉しい。ぴったりだな。さあ、ということでそれでは参りましょう。蘭林天による先行ゲームプレイスタート。藤松さん、いいんですよね、本当に。はい、もちろんです。RPG としての遊び心地を紹介していければと思いますので、お願いします。お、ここは。これ洞窟？そうですね。ダンジョンですね。これはあれですね。里の西側にある清風山の洞窟ですね。で、西の方に向かってったらいいってことですね。あ、そうですね。はい。こうやってちょこちょこお話ししてくれる。嬉しい。いいね、同時に結構頑張ってたな。このなんか出てるネクストってところを目指したらいいってことですね。そうですね。はい。左側に行っていただければ。すげえな。夜になったりしてる。本当に初めての旅かってくらいの活躍だぜ。いつの間にそんなに強くなったんだ。道を無視してた。アイテムがアイテム取ってみて。アイテムと道を無視するスタイル。株だ株。これそもそもグレッグミンスターを今目指してる。目指してる。なるほど。わはい。かりました。敵とね戦ってみますかね。そうですね。もやもやしてるのいるじゃないですか。確かにちょっとおのずと避けていました。これぶつかると戦っちゃうんだなって。始まっちゃう。ちょっとなんか強そうなんですけど。でも左側にコマンドが出ておすすめって出てるんで。ありがたいよ。もう。別点を押すと。はい。
いいですね。ちょっとこうスマホも震えて気持ちいいと言いますか。心臓が震えてる。震えた今。引きます。喋ってる、攻撃してる、動いてる。右下のボタンあるじゃないですか。これ攻撃なんですけど、これをシンボルに当てると自動的に先制攻撃が。今先制攻撃になりましたね。これ今オートですか？右上にオートってあるんですけど、あれを押すと自動でバトルが進んでいきます。オートにした方がテンポさらに良くなる。めちゃめちゃもう選択のところもして。彼らがしっかり考えてバトルしてくれますので。すごいスピード感。このカメラのね、カメラワークめっちゃいい躍動感が。怪我してねえか？休むのも大事だぜ。おお。いざじゃあブレックミンスターへ。おお、素敵やか。めちゃくちゃいいですね。ちょっとワクワクするな。ここはじゃあ都市の方なのですね。着いたところでこんな感じのシナリオの演出入ります。二人とも大丈夫か？初めての長旅だったら。あれあれ面白い方選びたくなっちゃう。都会に慣れてないとそうなるよな。なんかこういうテキストも面白いですよね。めちゃめちゃ。じゃあちゃっちゃとバカ羊に会ってから休もうぜ。待て待て。通行料は払ったか？お金かかるの？なんだそりゃ。なんだそりここを通りたいのなら1000ポッチ支払うのが規則だ。1000ポッチも？でも1000ポッチの価値分かってる。すごいね。つい最近発令されたのだ、よそ者め。なんだ？その程度の金も持っていないのか？仕方ない。今回だけは有り金半分で許してやる。ね、そんな半分にしてくれる？そうなのか。怪しい。すまねえ。私新しい決まり知らなくてよ。こういう時は強行突破。いやダメだって。好戦的ですね。お待ちなさい。あれ？なんか素敵な声が。ナビカセ。あら、オデッサ。美少女出てきた。すごい嬉しい。こうやってキャラ紹介がファンって入るのめっちゃいい。知りたいもんキャラクターのこと。これはオデッサ様。通行料という言葉が聞こえましたが、そんなものはないはずです。なんだって。やっぱり。いや、それはその。旅の方々に嘘をついて金銭を騙し取っているのですね。危なかった。だとよくも騙しやがったな。反抗して。この件はしかるべき形で報告いたします。申し訳ございません。何卒お許しを。ダメです。もう二度としないと誓います。めちゃくちゃ話進めるじゃないですか。はい。誓います。よろしい。あら。では旅の方々を早くお通ししなさい。オデッサ・シルバーバーグっていう原則水湖伝1に登場するキャラクターで、この時は幻想水湖伝1よりまだちょっと前なんですけど、なので貴族のお嬢様なんですが、この後解放軍を立ち上げて中心メンバーとなるキャラクターなんですね。正義感の本当に強いキャラクターで、この頃からそうだったんですね。はい、そうなんですよ。なあ、ただで入っていいんだよな。どうぞ。可愛い。ね。オデッサさんだっけ？ありがとな、助かったよ。いえ、当然のことです。礼には及びません。いっぱい動いて可愛い。ね。細かい仕草にも全部動きがついてて。お嬢様、ご挨拶ありがとうございます。ごきげんよわあ、なんて素敵な方なんだろう。心情が今吐露された。そうね、今ね。あの門番ろくでもねえやつだったぜ。
騙されるオデッサさんと出会えてよかったね。もう恋しちゃってる。あんな風になりてー。しかるべき形で報告してみてー。おっと、こんなことしてる場合じゃねえ。さっさとバカ執事に会いに行こうぜ。なんかここまで聞いててもドット絵で可愛いキャラクターではあるんですけども、セリフがちゃんとなんかブレスとかが入ってて、すごく細かい仕草とかが見られますよね、心情もね。臨場感を大事にしてるっていうところありますね。やっぱり、はい。チーム I の皆さんはどうですか？いやめっちゃ可愛い。もうすでにみんな好き。早い、すごい。みんな可愛くて。じゃあもっと進めてみましょうか。今のは登録された。なんかこのランドマークが開放されると進行法で、かなり速いスピードでそこに行くことができる。ワープポイントみたいなことになるんですかね。そうですね。はい。なるほど。とても大きく、そして美しい像ですね。ああ、この女神像は町の象徴なんだ。いつ建てられたとかまでは知らねえけど、今の皇帝が作らせたそうだぜ。シーリーンは行商にいろいろ出てるんで、いろんな町に詳しいんですね。すごいいっぱいここ栄えてますね。そう、栄えてる町なんで人がいっぱいいて、実際生活してる感を出すためにいろいろ頑張ってですね。すごい。なんか作り込みがすごい。正面がまたランドマークですかね。正面おすすめ。ここは幻想水湖伝1の主人公のお家ですね。はい。マクドール邸。これちょっとエモいですね。おお。これ。井戸があるんですけど、そこで実はですね、新108世が新108世。あ、本当だ。井戸がある。ここに井戸が。行ってみましょう。おお、なんかいらっしゃいます。話しかけていいかわからないですけども。マウサー、かわいい。カットバニーっていうモンスターがいるんですけど、それの亜種で、騎士のナイトバニーなんですね。じゃあ仲間にしたいしたい。喜んでくれて。よかった。やったー。嬉しい、仲間が増えた。これマウサーはこの名前が「マ」から始まるのが実はポイントかもしれないです。幻想水湖伝を知ってる人ならなんかピンとくるかもしれないですね。こんな感じでこう探索していくとこうやって仲間にできたりする場所もいっぱいあるんですか？そういう様子もあります。ちょっと素通りしてしまいそうにね、なりそうですけど。こういうお店とかも防具変えたりはするんで。そろそろ行ってみますか。いざ目的の地へ。ようマリーさん。シーリーンちゃんじゃないか。おや、もしかしてその子はホウさんとこの？おお、そうだよ。もう一人は翡翠と申します。ホウさんのもとで使用人をしております。ああ、そうかい。姪っ子のマリエが里でお世話になってるね。迷惑かけてないかい？マリーさんも幻想水湖伝1で登場しました。マリー殿、そのお客を私の部屋までお通ししてください。2階からこの会話が。プールさんはやっぱいい声って届くんですね。じゃあ行ってみますか。若執事のもとへ。あら、美麗な。本当です。おお、我が弟子よ。グレッグミンスターへようこそ。シャプール。わ、素敵執事。かっこいいな。な。好みかも。私に何か用ですか？すぐ恋する。そう、シャプール。実は。あれ、なんかちょっと様子がもじもじし始めた。言わなくとも分かっています。里からここまでの旅路は数日以上。わざわざ我が弟子が来るというのはよほど大事なこと。そうでしょ。そうです。我が弟子よ。スポットライト。私との離れ離れがそんなに寂しかったとは、なんといたわしい。そんなバカ言ってる場合じゃん。寂しいわけではない。となると、
わかりました。観光です。里に空いていても立ってもいられず飛び出してきたと。もう市場には寄りましたか？満々亭の肉まんじゅうは絶品です。ぜひご賞味。観光でもね、こっちの話を聞けっつうの。ゆえんが出てきましたね。そろそろ本題に入ります。もう茶番はやめてくださいね、シーリーン。決めた。話が終わったら絶対殴る。お静かに。里に何か大変なことが起きたのでしょう。聞かせてください。この部分なんですけども、ちょっとネタバレになるので今回は隠させてください。さあ伊藤さん、ここまでやってきていただきましたがいかがでしたか？もうずっとやってたいです。ずっとやってたいよね。めちゃくちゃ面白いです。そこを一つちょっと譲ってもらってもいいですか？姉さんにバトンタッチしたいと思います。ありがとうございます。わかりました。凄腕の紋章師は市場で占い屋をしています。きっと良い方策を授けてくれるはずです。占い？紋章屋じゃねえんだな。ええ、そうです。わかった。じゃあ行くぞ。市場に着いたら、満々亭の肉まんじゅうをそんなにおすすめなんですね。その話はもういいって。でこの街ね、夜になってるんですよね。さっきとちょっとまた雰囲気が違って。確かに。BGM も変わってますね。確かになんかお酒飲んでそうな人とかもいたり。あ、何か。あ、すっごい占いだ。もう絶対占いだ。すごい占いだ。って凄腕の紋章師見るからに。ニージェ殿です。早速相談をしましょう。何見てもらおうかな。いや手相じゃないし。あ、はわわわ。あら素敵な。今回僕に恋させてもらっていいですか？お好みですか？お好みです。あれここでもしかして。あら。ワンチャンもらえるかもよ。すいません、肉まんじゅうください。欲しい欲しい。それはここじゃないわね。あゆみさん困らせないでもらっていいですか？ですよね。すいませんすいません。じゃああなたたちが信用できるか。あ、なんか信用がキーワードにちょこちょこなってる。何でもやるよ。いやいや何でもや。って何すりゃいいんだ？そうね。この町信用が今キーワードとね、チーム Y から出ましたけれども、今回のテーマとかって改めて。いやかなりいいところ。すごい。序盤のテーマはまさにそこでしたね。はい。そっか、人助けも大事ですもんね。どうする？やる？帝国に頼む？帝国に頼んだ方がいいんじゃないかな。やっぱね、ちょっとパーティー組んだばっかりだからちょっと一回ちょっと。そうだぜ。勇気を出せよ。残念だけど帝国にはもう伝わっているわ。そうなんだ。でも彼らは別のことでお忙しいよね。それにそこが気になるんですね。何か別でね。試すことにならないでしょ。じゃあ仕方ねえか。これでも僕ら原睡民からするとニージェも来るなっていうのはなんとなく。なるほど。そういうことかな。そこで繋がってくる。仲間になったよ。やった、嬉しい。仲間だと思ってたもん。今なったね。早いね早いね。確かに。ちょっと待って。存分に振るいましょう。すごい見てるじゃん。この程度で私を止められるとかっこいい。いいな、余裕のある。確かに。強いキャラ。シャプールも仲間になったんでちょっと編成してみますか。はい。ここ押せば。そうですね。はい。おお。決定。後列。マウサーボでせっかく仲間になったんで。そうだ。で、あ、おっちょこちょいビッキーもいる。おお。これ前列後列はこれでいいですか？ビッキー入れますか。はい。決定。あ、なんか向こうになんかいますね。悪そうなやつがいます。悪そうな。はい。目立つぞあれ。感づかれるっていうかもうこっちがバレてるけどいいのかな。大丈夫？結構人数いるよ。ねえ。強そうじゃない？こんなん。野蛮です。あ。来た。こんな連中を放っておくなんて帝国は何やってんだ。
本当だよね。帝国は何やってんだ。連携のチャンスお、連携いきますね。6連携？連携とは。説明しよう。仲間が4人以上連続で行動できるときに発動可能な一糸乱れぬ協力行動だ。ワンボタンで発動できるんで。いきまーす。ちゃんと数える。キリキラします。すごい。一気に。もう倒せそう。これで終わりだな。やったおい盗賊ども、お前らが盗んだもんを返せ。まずい、船を出せ早く。さあ、イミさん、ここまでやってきてどうでしたか？本当にシャプールが素晴らしくて一緒に旅できたことが本当に嬉しかったです。まだまだこれからね、冒険の旅はどんどん続きますから。嬉しいな。ではですね、今日は蘭林天を演じているチーム Y の皆様に来ていただいているので、蘭林天のところまで飛ばします。はい。長女が行かせていただきます。頑張れ。おかしら。やべえです。やばいよ。グレッグミンスターで襲ってきた奴らがここまで追ってきました。ああ、うるせえうるせえ。悪こんなところまで来やがって。てめえら何の用だ。むちゃくちゃビビってる。姉様、ラね。落ち着いて姉様。盗んだものを返すんだ。返してほしい。甘えなガキども。返すわけねえだろうが。力ずくで奪ってみな。俺らみてえによ。来ます。構えて。はい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 。来た。わ、いっぱいいるよ。いっぱいいるね。いけるのでしょうか。我々の連携自由にやってみてください。わかりました。自由に。お、なんか全体攻撃。おお。強いです。びっくりしました。よし。力を合わせよう。いや、強いね、やっぱね。豪快ですね。いけ。さあ、よし。おお、スマート。よし。みんな強いですよ。ねえ。あとちょっと、あとちょっと。頑張れ、頑張れ、やばい。翡翠が。か弱い。二人弱いんです、うちの翡翠は。これ回復とかもあるのかな。翡翠は回復持ってるんですね。あ、翡翠が来た。上から2番目のやつが回復です。で、自分おお、刺激になった。やったー。いけ。あとちょっと。私を侮って。あとちょっとだよ。頑張って。技の名前可愛い。お、やったー。やりました。姉様ナイス。ありがとう。強かったですね。ね。くそ、なんだこいつら。つえ。こうなったら。先生、お願いします。先生。先生。せっかく気持ちよく寝てたのに。かわいい。やったー。邪魔よ。一切りになった。リンリン、テンテン、お静かに。お依頼人を叩くとは何事ですか。出ました。だってランランね、こいつらがうるさいから起こされ
たの。おうるさいのはお挨拶もなしに現れたこちらのお方々でしょう。一体何のお真似です？そうそう、シャプール殿。その名で呼ばれるのは不本意ですね。あいつらのこと知ってんのか？蘭林天と名乗っている手だれの用心棒です。とはいえ勝てない相手ではありません。あなたたちがいかんなく力を発揮すればですがね。良い機会かもしれません。有効活用させてもらいましょう。ここはあなたたちに任せます。修行の一環だと思ってやってみてください。ほら、じゃあいや強そうだって。やっぱそうだね。やっぱね、蘭林って強そう。ここさすがに負けそうだよね。ねえ。要されないで。力を発揮すれば必ず勝てます。今なんて言った？この子らだけであたいらに勝てるってさ。上等じゃない。そのシャプールってやつもまとめて叩きのめしてやる。お待ちなさい。このお話はこちらにとってもお都合が良いですわ。シャプール殿はお手は出さないとお約束いただけるかしら。ええ、約束します。その上で我が弟子が勝つと。こいつらムカつく。ゲッタンゲッタンにしてやる。あたいらを舐めたこと後悔させるよ。かわいい。やっておしまいますわよ。嬉しい。はい、ということで先行ゲームプレイは一応ここまでにしておこうかなと。来たばっか。押しちゃいますよ。こういった言い方したらすごい失礼なんですけど、ちょろいぐらいにハマってますね。蘭林天っぽいというかね。そうですね。楽しんでいただけたようでよかったです。めっちゃおもろい。だってチーム Y として仕事を受けることって今まであったんですか？確かになんか同じ作品に3人とも出てることはあっても3姉妹を演じるっていうのは初めてで、いやびっくりしました。シチュエーション的にそんなにないですもんね。3姉妹のね物語がね。でも性格も結構なんか通ずる部分も多くて、本当にこの蘭林展は私たちとシンパシーをいっぱい感じるところがあるんですよ。ちょっとずつでいいんで、どういうところがなんか似てるなとか、あ、これ演じてよかったななんていうところって教えてもらってもいいですか？はい。3人の役割的にも一番お姉さんポジションっていうところはすごく似てるかなと思うのと、あとやっぱ切れると怖いじゃないですか。私2人には怒んないですよ。2人には怒らないんですけど、実のその家族とかには結構毎日のように怒ってるので、こらですわ、こらってるんで、そういうとこはちょっと似てるのかな。なるほどね。家族には厳しいというか。どうでしょう、あゆみさんとかはね。私はリンリンを演じてるんですけれども、クールに見えて熱いところがあるってとこが一番似てるかなと思います。やっぱ仲良くなったら結構ユーモアある感じになるんですけど、あんまり自分で言わない言ってくれるの嬉しいよ。ですけど、ちょっとね初対面の方とかにはなんかちょっとクールなのかなって思われがち。おすましさんの。はいはい、そうなんですよ。っていうところもありつつ、でも結構その仕事に対する情熱とか、すごい熱いところが人一倍あると自負してるので、そこが似てるかなって思います。重なるもんなんですね。三女どうです？三女てんてんは、そうですね、お姉ちゃんが大好きなところですかね。我々はい悪い気しないです。悪い気しない。ランランね、でもランランねを争うじゃないですか、リンリンと。よくお姉ちゃんお姉ちゃんって一番上のお姉ちゃんってやってるところもちょっと似てるのかなって思います。私たちももうミコロンミコロンって言って一緒になんか家事とかをこう任せて。ご飯作ってとかやったりするので、割とじゃあもう本当プライベートでも仲良しの3人なんですね。週に1回以上は絶対なってます。週に1回以上。
もう習い事超えるじゃないですかじゃあ。そうですね。改めて収録の時のお三方ってどうでした？本当にもうぴったりで、はい、台本読んでいただいている時ももうほとんど NG なく、もうそのままいったって感じですね。キャラクター通りだなって。はい。じゃあもう演じ方も演じ分けもすごくじゃあもうお三方ぴったりだったと。そうですね。もう本当にストレートにきました。わー、嬉しい。それ聞いていかがですか？でも確かにオーディションの時から私はランランだなと思ってましたし、多分みんな2人も多分めっちゃやりたかった。そうだよね。絶対に、もう自分しかいないという感じ。そんなに運命を感じ、シンパシーを感じ。そうですね。もういろんなパターンで撮ってみたりして。やったね。もう絶対に欲しい役が来た時って必ずいろんなパターン撮りますよね。そんな感じでしたね。なんかリンリンとかも、まあ、クールに見えるんですけど、オーディションでボイス撮ってる時からやっぱこの子は熱いそのパッションの部分がめっちゃ大事な子なのかなと思って、でもその書いてある文面のプロフィール上はそのパッションの部分っていうのはあんまりこう、まあ、収録当時は見えなかったんですけど、そこをこう大事にしようと思って挑んだら OK が出て、それがすごく嬉しかったと思います。すごい嬉しそう。そんなに嬉しさをアピールできるなんて。はい、よかったと思って。竹山さんどうですか今の聞いて。いやもう本当にそれだけこう準備して臨んでいただいたのだなっていうのがもう収録したらやっぱりこっちも感じるものがあるんで、はい。でもなんかそれぞれゲームは一人ずつ収録だったんですけど、きっとこれぐらいの温度感でお芝居感で来るだろうなっていうのがもう長年の付き合い上わかるから、それはすごい助かったというか、聞いてなくてもなんか聞こえてくるというか、掛け合いできる感じはありましたね。やっぱこの3方ならではですよね。そうですね。ゲームプレイは、今日以上になるんですけども、今日は少しだけ今までご紹介してない新しいロケーションを紹介させていただければと思います。こちらをどうぞ。うわ、大海原。なんだこの船。乗ってる。あ、乗ってるのか。港が見えた。はい、あと少しですね。うわー、太陽の紋章は世界を作ったとされる。さっきまでいた暁帝国とはもう全然違う大陸なんです。ロードレイクの町も甚大な被害を受けました。紋章によってもたらされた悲劇、過ちをかなり広い二度と繰り返することになります。その湖に建てられたのがロドネイロンド・ロベレ。先ほどまでは幻想水湖殿1の舞台だったんですけど、ここは幻想水湖殿5、はい、で登場したロードレイクですね。場所がいいですね。船で乗り込むんだ。単刀直入に申そう。明日より英傑杯を開催する。やった。紹介しよう。女王騎士時代からの同胞カイル殿だ。どんどん魅力的な。好きかもな。すぐ好きになる。パレナ女王国という、国の都市の一つで、ゲームの序盤から登場する場所なんですけど、当時湖が干上がって荒れ果ててたんですよね。タイミング的にはこのジャ5の後、はい、だからもう復興が進んでるってことですよね。そうなんです。ここまで美しい街並みに戻ったというところですね。で、本当に開発中もこう街がどんどん仕上がっていくんですけど、こうやって自分でプレイしながら歩いてるじゃないですか。正直泣けてきましたね。5をやった方はあそこにいた時同じ気持ちになるんじゃないかなと思います。となると今後もこういった様ね、1が出てきて5も出てきて、まだいろいろありますよね、竹山さん。もちろんです。あら、はい、じゃあ今後もそうですね。いろんな街が出てきますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。ちょっとまだまだ話が尽きないんですけども、ね、スターリープ情報まだまだ
お伝えしたいことがあるんですが、一応今日はこの辺りにしておこうかなと思うんですが、視聴者の方に最後メッセージをいただければと思います。それではチーム Y の皆様からお願いします。佐々木さん。はい、改めましてランラン役の佐々木美恋です。昨年開催されたオーケストラコンサートに行かせていただいて、本当にその時に幻想水湖殿のファンの皆さんの熱量っていうのをものすごく感じまして、その歴史の中の、一人になれるんだということをとても嬉しく思っております。本当に早く私もプレイしたいですし、皆さんにも早くプレイしていただきたいなと思います。楽しみにしております。ありがとうございます。続いてあゆみさん。はい、りんりん役のあゆみです。今回プレイしてみて思ったのが、今回のスターリープから入った方もその過去のシリーズのキャラクターだったりが気になって、過去作もめっちゃプレイしたくなるんじゃないかなって思って、これまでのファンの方ももちろんこのスターリープいろんなねこう街が出てきたりキャラが出てきたりするから、エモい時とかすごいあると思うんですけれども、このキャラ気になるからこれプレイしようかなっていうのもすごい思ったし、だからすごい楽しみになりました、今後の人生が。早く幻想水湖殿をこうまるっと味わいたい、そんな気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いいプレッシャーになりましたね、竹山さん。もう本当に頑張らないと。最後に伊藤さんお願いします。はい、てんてん役の伊藤彩紗です。ありがとうございました。ゲーム収録させていただいた時からすごく面白いストーリーで引き込まれていたんですけれども、想像もできないほどに彼女たちがあんなにも彩り豊かに動いているのを見てめちゃくちゃ感動しました。これがもうずっと続いていくんだ、いろんなキャラクターでそれを見れるんだっていうのもすごくワクワクでいっぱいですし、もう早くプレイしたいという一心でございます。夢中になって今日体験させていただきました。ありがとうございました。さあもうね3人が楽しんでいただいたのはねすごく分かったんですが、チーム Y の皆さんこの後もご自身の YouTube チャンネルでもゲーム配信を行っていただくということで、そうなんです。いいですか？実況配信をやらせていただきます。はい。さっきプレイした後のところから、続きのところからやろうかなと。はい。ぜひちょっとね皆さんじゃあこちらチーム Y の方でね、ご覧いただければと思います。お願いします。ありがとうございます。さあ続いて竹山さん。ご視聴いただきありがとうございました。これまで見ていただいた映像からも感じ取っていただいているかもしれないんですけど、スターリープは本当にすごいボリュームになってきまして、これをしっかりとお届けできるように引き続き日々頑張って開発中ですので、見守っていただけますと幸いです。さあ藤本さん。はい、事前登録が始まりました。引き続き公式 X でも情報を発信していきます。ぜひフォローをお願いいたします。事前登録者数でのキャンペーンも開始していますので、ぜひ登録してお待ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めまして竹山さん、藤本さん、そしてチーム Y の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。最後にお知らせです。幻想水湖殿スターリープの公式 X ではキービジュアルを使った Amazon ギフトカードキャンペーンを実施中です。はい、ぜひ皆さん応募してくださいね。さあ内藤さん、スターリープね、本当に皆さんの楽しみというか希望ね、すごく実感されている頃かと思いますが、今回の幻想水湖殿スターリープはナンバリング、これまで作ったナンバリング作品を作っているのと同じぐらいの熱量で制作を行っています。現在も多くのスタッフがリリースに向けて最終調整していますので、ぜひご期待いただければと思います。はい、さらに公式 X では今日の情報のリマインド、そして随時新しい情報もポストしてまいります。ぜひ皆さんフォローお願いいたします。さらにスターリープのスチームのウィッシュリストも忘れずに。はい、続いて今回の情報まとめを見てみましょう。はい、やはりね、なんといってもスターリープの事前登録が開始されました。本当にね楽しみかと思います。そうですね、もうついにスターリープが始まるなっていうのが事前登録開始されてすごい実感しているので、私自身もすごく楽しみです。はい、事前登録キャンペーンも行っておりますので、ぜひぜひ皆さん参加してくださいね。はい、それでは最後に内藤さん、皆さんにメッセージをお願いします。いよいよ幻想水湖殿スターリープの事前登録も始まり、アニメも10月からの放送が決まりました。30周年、そしてセカンドステップのメインともいえる展開がこれから始まります。
このセカンドステップを確固たるものにするべく突き進んでいきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願い申し上げます。はい、それでは今回の幻想水湖伝ライブは以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。コナミ